エモエモ。こんにちは、エモコです。今回は M3 の新型 iPad Air をレビューします。iPad Air は新型が出るまで2年くらい間が空いていたので、1年も経たずに新しいのが出てびっくりしましたが、性能がさらにアップしてプロとほとんど変わらないのに、プロより9万円も安くてかなりコスパが高そうです。ただ、プロの方が画面やスピーカーの音が綺麗だったり、色々と違いもあるので、今回は iPad Pro とも比べながら、プロと同じくらい快適に使えるのか詳しくレビューしてみたいと思います。それでは早速開封していきましょう。付属品は充電ケーブル、アダプター、説明書で、本体の色は普通の iPad よりも落ち着いた色合いになっています。見た目はプロとそっくりですが、よく見ると本体の厚みが少し太かったり、カメラやスピーカーの数が少なかったり、細かな違いがあります。見た目は前からほとんど変わってなくて、裏側の iPad の文字がなくなって、プロセッサが M2 から M3 に変わっただけのちょっとしたアップデートになっています。ロック解除はプロが顔認証で、Air は電源ボタンが指紋認証になっています。画面はかなり綺麗だと思います。公式機でプロと並べてもほとんど違いがわからないので、クリエイティブな作業にも安心して使えそうです。ただ、プロは OLED で、Air は普通の液晶なので、バックライトで画面全体が照らされていて、黒色を表示した時に真っ黒にならずに少し明るく見えます。プロは OLED で1ピクセルずつ明るさを変えられるので、黒を表示すると画面の光が消えて完全な黒になります。暗くてほとんど見えないところも潰れずにちゃんと表示されるので、明暗のコントラストが高い絵を表示した時はプロの方が少し綺麗に見えると思います。それから輝度もプロの方が2倍くらい高いので、屋外とか明るい場所で使う時もプロの方が見やすいです。そんな感じで表示する絵や環境によってはプロの方が綺麗に見えますが、Air も公式機でかなり綺麗なので、ほとんどの人は Air でも気にならないと思います。人によって気になりそうなのが画面のリフレッシュレートが低いところで、プロは1秒間に120回の速さで画面を書き換えられるので残像が少なくて表示がスムーズですが、Air は半分の60回なので画面をスクロールしたり動きの速いゲームを遊んだりした時に、プロよりも画面の残像が出やすいところが気になる人もいると思います。あとスピーカーの数も Air の方が少なくて、Air が上下に1つずつで、プロは2つずつついているので、プロは縦持ちでもステレオで聴けるけど、Air は横持ちの時しかステレオで聴けない違いもあります。ただ、動画を見るときは横持ちで見ることが多いので、スピーカーの数が少ないのはあまり気にならないです。それ以外の違いはほとんどなくて、ペンもプロと同じ高性能な Apple Pencil Pro が使えます。ペンを回して筆先の形を簡単に変えられるバレルロールや、ペンを指でつまむとよく使う機能をペン先に表示してくれるスクイーズもプロと同じように使えてとても快適です。ペンの書き心地を比べると、画面のリフレッシュレートの違いから、プロの方が線が書かれる時の遅延が少ない気がします。スロー撮影すると線が表示される時の残像がプロの方が少なくて、線がすぐに表示されているので、遅延が少ない方がいい人はプロの方が良さそうですが、スローにしないとわからないくらいの違いなので、個人的には Air でも全然気にならないです。このあたりは人によって感じ方は違うと思うので、お店で書き比べてみるのをおすすめします。本体の性能はベンチマークで比べるとプロの方が2割くらい高性能みたいですが、アプリの使用感はプロとほとんど変わりませんでした。ただ、ベンチマーク中の圧熱を測ってみると、プロよりもエアーの方が熱くなるので、長時間重たい作業をした時はエアーの方が圧熱が気になるかもしれません。SNS や動画視聴、読書のような普段使いのアプリは両方とも同じくらいサクサク動くし、アプリの起動にかかる時間もほとんど一緒です。ゲームもプロと同じくらい快適に遊べました。プロと差が出るのはすごく重たい作業をした時で、お絵かきアプリで重たい筆を使ったり 3D 制作のアプリを使ったりすると、プロの方が表示が少し早かったり、動画の書き出しなどもプロの方が少し早く終わりますが、今回チップが新しくなって性能がプロにもっと近づいたので、 3D のアプリで表示を切り替えた時もほんの少しプロの方が早いかなというくらい微妙な差
差でほとんどのアプリがプロと同じくらいスムーズに動くし、 4K の動画の書き出しとかそれくらい重たい作業をしないと違いがわからないので、ほとんどの人はエアーでも快適に使えると思います。ステージマネージャーや Apple Intelligence もプロと同じように使えるし、メモリもプロと同じ 8GB で、お絵かきアプリで使えるレイヤー枚数も一緒なので、使用感はプロとほとんど変わらないと思います。なのでプロの画面の綺麗さと本体の軽さにあまり魅力を感じない人はエアーを9万円安く買った方がいいかもしれません。ただプロは 1TB 以上のモデルを選ぶとメモリが 16GB になって、使えるレイヤー枚数がエアーの2倍になるので、メモリをたくさん使う動画編集や漫画やアニメーション制作などをしたい人はプロの 1TB 以上を選ぶと良さそうです。あと13インチのプロはエアーよりも薄くて軽いので、外に持ち運びたい人もプロの方が使いやすそうです。13インチのエアーは少し重たくて持ち運びが大変なので、画面が大きくなくてもいい人は11インチの方が使いやすいと思います。ストレージは一番安い 128GB でもすぐに容量不足にならないと思いますが、最近のゲームは容量がすごく大きいので、ゲームで遊びたい人は 256GB 以上を選ぶと良さそうです。 M3 のエアーを使った感想ですが、アプリの使用感がプロとそんなに変わらないし、画面も綺麗でペンもプロと同じ最新のペンが使えるので、とてもコスパが高い iPad だと思います。ただ前のエアーと比べるとチップが変わっただけでほとんど違いがわからなかったので、 M1 や M2 のエアーを持っている人は無理して買い替えなくても良さそうです。最初の iPad が出てからもう15年くらい経つらしいので、アップデートするところがチップくらいしか残ってなくて、新型が出た時のワクワク感がないのがちょっと残念ですが、何年も古いチップのままアップデートされないよりはチップだけでもアップデートしてくれる方がいいので、これからエアーを買う人には嬉しいアップデートだと思います。個人的に気になったのは画面のリフレッシュレートが 60Hz のままだったところです。最近はスマホも他のタブレットも高リフレッシュレートが当たり前になっていて、それに目が慣れている人も多いと思うので、せめて 90Hz くらいにしてほしかったです。特に画面の大きな13インチは残像が気になりやすいと思うので、実際にお店で触ってみて気にならないか確認するのをおすすめします。それ以外は気になるところもなく、プロと同じ最新のペンが使えて画面も綺麗だし、ほとんどのアプリがプロと同じくらい快適に使えるのに、プロより9万円も安く買えてかなりコスパが高いタブレットだと思います。よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしていただけると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。